こんにちは、ザワトレスです。本日紹介するフィギュアはこちら。2005年の4月発売。メーカーはバンダイ。商品名が SIC ボリューム28仮面ライダーファイズでございます。当時の定価は3500円プラス消費税でございました。で、今映っているこのフィギュアですが、こちらは2007年の12月に再販されたクラシック版でございます。仮面ライダーファイズ関連の SIC は、このファイズの他に、ボリューム29、ファイズブラスターフォーム&オートバジン、そしてボリューム30、仮面ライダーカイザ&デルタ。ここまでが一般販売で、東映ヒーローネットの限定販売で、仮面ライダーファイズアクセルフォームというものが発売されております。そして SIC のリメイク版みたいなもので、2020年に仮面ライダーファイズが発売されております。それではね、まずは箱を見ていきましょう。SIC スーパーイマジネイティブ超合金。ボリューム28仮面ライダーファイズ。原型制作は安藤健二さんでございますね。SIC クラシックス2007。バンダイ2007メイドインチャイナ。そしていつものバンダイのロゴマークでございます。箱の横を見ていきましょう。はい、こちらね、箱の右側でございます。ファイズが載ってますね。そしてこちらは箱の反対側でございます。ウルフ・オルフェノクが載ってますね。箱の上はこのようになっております。箱の下ですね、このようになっております。はい、こちら箱の裏側でございます。多彩な武器が付属。ファイズエッジフォンブラスターを装備可能。これですよね、このフィギュアの目玉は。パーツの差し替えによりウルフ・オルフェノクに換装可能。素敵。小道具がいっぱい入ってますね。どこに何を装備するのかというのが載ってますね。いいね、ポーズが決まってますね。はい、こちらね、昔の SIC ですので定価が載ってますね。3500円でございます。安いね。はい、それではですね、クラシック版のパッケージを取ってみましょう。こちらがね、オリジナル版のパッケージになります。かっこいいな。ちょっとだけ拡大して見ていきましょうか。こんな感じですね。箱の横ね、穴が開いてますね。反対側も一緒ですね。裏はほとんど変わらないですね。はい、それではね、フィギュアを開封していきたいと思います。仮面ライダーファイズは2003年から2004年まで放送された平成ライダーの第4弾ですね。クーガ・アギトでは劇中で仮面ライダーという単語は使われなかったんですが、龍騎では使われたんですね。ですがファイズではまた仮面ライダーという単語が使われませんでした。プラケースは2枚に分かれておりました。ファイズの本体とファイズ用の小道具ですね。そしてウルフ・オルフェノクのパーツたちですね。こちらもウルフ・オルフェノクのパーツたちですね。それではね、マニュアルを見ていきましょう。はい、こちらですね、ファイズのマニュアルでございます。なるほどね。このように小道具を装備させたり、どこにつけたりしたらいいよっていうことが書いてますね。すべて箱に収納できるみたいですね。素晴らしい。そしてあとはウルフ・オルフェノクへの換装が載ってますね。頭を外して、パーツを外して、で付け替えて、最後はこうなりますよってことが載ってますね。裏はアンケートでございますね。以上ですね、仮面ライダーファイズのマニュアルでございました。はい、それではね、プラケースからフィギュアを出していきたいと思います。はい、それではね、まずはファイズに関係する付属パーツから並べてみました。こちら、ファイズの本体ですね。で、この本体には、この握り拳の状態がついております。そしてこちら、若干手の握りが甘いパーツですね。これで武器を持たせたりすると思います。はい、手のパーツ最後は、先ほどのものに比べると、さらに開いてるという状態のものですね。ライダーキックをする前のあのポーズを再現するための手なんでしょうかね。いいですね。はい、こちらですね。ファイズエッジでございます。ここね、金属でできてますよ。いいですね。重たい。はい、そしてこちらですね。折りたたみ式の携帯です。ベルトの真ん中にくっつけるやつですね。ファイズフォンと言います。これね、稼働するんですよ。こうやって。うお、すごい。ちゃんとね、ボタンも作られてますよ。いいですね。まあ、押せないけどね。で、これを、こういう風にね、曲げて10にすることができるんですね。フォンブラスターですね。で、このフォンブラスターにするときに、くっつけるのが、このジョイントパーツでございます。このジョイントパーツなんですけど、ここにね、穴が開いてるんですよ。こういう風にね、ジョイントパーツを取り付けて、はい、こちら、ファイズポインターでございます。先ほどのこれ、このフォンブラスターにこうやってね、取り付けるんですよ。はい、できました。フォンブラスターでございます。かっこいいね。はい、こちらはね、ファイズショットでございます。一部金属でできてますね。そしてこの部分、稼働しますね。こうやって。いいね。これもね、普段は腰に取り付けるパーツですね。
はい、最後はね、ツールボックスでございます。今言ったパーツたちをね、この中に収納することができるんですよ。なのでこれ開くんですね、こうやって。稼働する。パカーンとね。おー、いいね。この部分は、今本体についてるベルトをつけますね。まずこれちょっと一回やってみましょうか。はい、このようにね、収納できるようになっております。はい、それではね、ファイズを完成させてみましょう。左腰にファイズショット、右腰にファイズポインターを取り付けます。中心のベルトにパカパカ電話を取り付けたら完成です。はい、ファイズが完成しました。それでは拡大して見ていきましょう。仮面ライダーファイズの主人公、乾匠役を演じた俳優さんは、半田健人さんですね。2001年、ジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストになったことがきっかけで芸能界入りしたそうで、2022年の2月現在は37歳だそうです。半田さんもいい年になってるんですね。個人的にはね、保坂直樹さんに似てるなと思ってます。この方ね、見た目に反してものすごく昭和の時代を愛する渋い趣味を持ってる方ですよね。特に昭和歌謡にめちゃくちゃ詳しい。なんでそんな古い歌知ってんのって感心するレベルですよ。あと高層ビルにもめちゃくちゃ詳しいし、構造とかね、材質まで詳しいんですよ。知識はもしかしたら業者レベルかもしれません。意味のわからない魅力のある方だと思います。2014年放送の劇場版仮面ライダー、平成 VS 昭和ライダー、仮面ライダー対戦、そして2018年放送の仮面ライダージオウテレビシリーズで、また乾匠役でね、出演してくれました。他の特撮では、2008年放送のエンジン戦隊ゴーオンジャーで、列高役としてね、出演しておりました。劇場版ではね、時代劇の姿がかっこよかったですよ。それではですね、ファイズの可動範囲を見ていきましょう。はい、まずは首ですね。1回転しますね。そして縦方向。おお、めっちゃ曲がるね。いいね。ジャーマンスープレックスを食らうことができますね。肩か。肩はどうなんだろうな。どこまで。こんなもんか。もしかしたらこのパーツを取ったらもっと動くかもしれないんですけど、まあ今のところこんな感じですね。で、回転するのかな。あ、するね。いいね。じゃあ結構なポーズができますね。可動範囲広いですね。いい感じだな。そして肘ですね。肘はここまで曲がりますね。一応二重関節か。ここまで曲がりますね。手首も稼働しますね。両手一緒ですね。そしてボディもかなり稼働しますね。こんな感じ。ふっ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 みたいなね。ねじることもできますね。足はここまで開きますね。関節どう？膝はここまで曲がりますね。足首も稼働しますが、つま先は稼働しないですね。これはライダーキックできるんじゃないか？おー、いいねいいねいいね。平成ライダーはね、このぐらいできてくれないとね。おい、来た、かっこいい。こうするとね、あのポーズからしたくなるね。あのポーズやろう。まず手を変えないといけないですね。両方ともね、この開いた手に変えます。ファイズといえばね、ライダーキックを打つ前のこのポーズじゃないでしょうか。だらしないのにかっこよく見えますよね。はい、こちらはね、HDM 壮絶の仮面ライダーファイズでございます。まあ若干形は違いますけど、ある程度一緒ですね。このファイズもね、出来はとてもいいですよね。けどこの SIC の重量感というか、威圧感に比べるとね、やっぱり見劣りしてしまいます。SIC が一番かっこいい。はい、今ね、顔をまじまじと見てるんですが、よくこんなぐるぐるぐるってモンブランみたいな造形作りましたね。はい、すいません。説明し忘れていたパーツがありました。このパーツですね。このパーツ、ミッションメモリって言うんですけど、この携帯電話のこことかに取り付けるんですよ。ちょっとね、紹介遅れて申し訳ございません。こんな感じで取り付けますね。こうなっておりますね。で、ここに取り付けたり、ファイズショットにもこのように取り付けることができますね。はい、ファイズエッジをね、持たせてみました。めちゃくちゃかっこいいですね。この間のガイムと並べてみようかな。こんなに大きさ変わるの？ガイムと。マジか。ファイズがちっちゃいのか、ガイムがでかいのかって言ったら多分ガイムがでかいんでしょうね。だからリメイクが出たんだ。リメイク版のファイズはね、少し大きくなってるんですよ。スケール統一されてるはずなのになんでかなと思ったんですけど、こういうことだったのかな。まあよくわかんないですけど、ちょっとね、横に置くとちっちゃく見えるんで、こうやってね、後ろに置くと遠近法みたいな感じでね、うまくスケールが統一できるように見えますね。微妙だな。はい、今度はね、フォンブラスターを持たせてみました。103エンターとかね、106エンターとかって押してね、それで携帯電話を10に変更させるっていうやつですね。
以上ですね、仮面ライダーファイズのフィギュアレビューでございました。はい、それではね、ウルフ・オルフェノクに乾燥させてみたいと思います。ウルフ・オルフェノク用のパーツの手は、この握り拳の状態のものがついてるんですが、手が開いているものもありますんで、もう今回最初からこれに変えます。はい、それでは乾燥させていきたいと思います。まずはファイズのパーツをね、すべて取り払うところから始めていきます。はい、今ね、乾燥をしているところなんですが、ちょっと小ネタをね、一つお話ししたいと思います。仮面ライダーファイズのタイトルって、ファイズの部分を丸に斜め線のファイという記号を使ったり、数字で555って表記されたりしますが、このファイという文字はギリシャ文字で円周率って聞いたことありますよね。円周率をパイって言うじゃないですか。あんな感じでファイは円の直径を示す記号ですね。じゃあなんでこの記号が使われたの？もしかしてものすごく深い意味があるのって思ったんですが、ファイズのデザインは子供が描きやすいように丸とか三角四角っていった幾何学模様をモチーフにしているらしいんですよ。それでそれに似ている文字としてギリシャ文字を使っているので、劇中に出てくる他のライダーもデルタは三角ですね、カイザは×ですね。こんな風に後付けでそんな名前にしているだけで別に深い意味はないんですって。なんじゃそりゃ。そして数字の555は何だったのかというと、ファイズは平成ライダーの4作目で、昭和ライダーの4作目は X だったんで、 X は昭和ライダーの5号ですよね。その時の仮タイトルが555号だったらしいんですよ。それをもじって5が3つになったそうです。これも意味やからんね、なんじゃそりゃって感じですね。はい、ウルフ・オルフェノクへの感想が完了いたしました。実はこのウルフ・オルフェノク、ファイズの主人公乾匠の真の姿なんですよ。ファイズの世界ではオルフェノクという種族があって、それは人間の力を大きく超える人類がさらに進化した種族です。選ばれた人間とでも言いましょうか。一部の人間だけがオルフェノクになることができて、なり方はね、子供の頃に一度死んだ後に覚醒して復活するか、オルフェノク自身に殺されるかという風にいくつかあるんですけど、乾匠はね、子供の頃に一度火事で死んで、それで覚醒してオルフェノクになることができるんですね。なのでオルフェノクは他にも何人かいるわけですよ。その中にはレベルの低い人間などいらん的な感じでね、人を襲うやつもいます。でも匠は人間としての意識とか感情とかが強く残っていたんで、オルフェノクから人類を守る側になるんですね。それでオルフェノクのさらに上の力を出すことができるファイズに変身してオルフェノクと戦うというストーリーですね。関係ない話ですけど、ファイズが変身するときにスタンディッドバイとかコンプリートとかって言うじゃないですか。あの声かっこいいですよね。日常生活でもね、僕時々真似したりすることがありますそれではですね、特徴的な足の骨格の方をね、見ていきましょう。なんといってもここですよね。この二重関節。うわ、動物的で最高ですね。これはかっこいいよ。いいね。造形美術として完成されてますね。めちゃくちゃかっこいいな。背中のトゲとね、肩のトゲがダイキャストになっております。うわ、かっこいいな。こんなポーズなんか特にいいですね。はい、実はですね、僕このフィギュアを2個持ってますので、もう1体ファイズがあります。それがね、こちらでございます。こうやって飾るとなんか感慨深いものがありますね。でも SIC でオルフェノクはこのウルフ・オルフェノク以外発売されませんでしたね。 SIC 極め魂というものでホース・オルフェノクが発売されていますね。それでは本日は2005年4月発売 SIC ボリューム28仮面ライダーファイズとウルフ・オルフェノクのフィギュアレビューでございました。次回の SIC 仮面ライダーのフィギュアレビューはボリューム61仮面ライダースーパーワンでございます。本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。